どうも、声優の月白里奈です。本日はボールペンで動物の精密画を描かれるボールペン画家の磯野キャリアさんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。磯野さんのご紹介です。たくさんの色のボールペンですごくリアルな動物を描かれるイラストレーターさんです。ボールペン画の画集も出されていて、現在講師としても活躍中です。ということで、作品が今この目の前に用意していただいてるんですけども、見てください。これボールペンなんですよね、本当に。いや、ボールペンと思えないぐらいすごいリアルだし、でも表情とかすっごい可愛いし、めちゃめちゃなんか精密ですよね、本当に。今日ここだけじゃなくて背景も後ろにも結構置いていただいて、賑やかな感じでお送りしていこうと思います。磯野さん、今ボールペン画家として活躍されてるじゃないですか。そこに至るまでには挫折とかもあったんじゃないでしょうか。挫折っていうとちょっと大げさになるんですけど、自分でいろいろいろんなジャンルのアートをやってみて、でなんか自分に向いているものは何かなっていうのを探してた時期っていうのはありました。じゃあ例えばその今のこの絵を描く仕事に就く前とかも、結構いろんな仕事に就かれたりとかもあったってことですか？そうですね。最初大学を出た後にもともと映像を専攻してたので、なんかテレビ業界の方に、そこがだいぶきつい仕事でですね。ちょっとブラックというか、そうですね。そこからもう本当に短い期間ですぐに造形の仕事をしてて、某テーマパークのアトラクションとかの造形物ですね。結構大きいものをじゃあ作られる。そうですね。かなり大きいものを作ったりとか。そうなんですね。そこもだいぶブラックなところで、そういう意味では挫折は経験したっちゃ経験したと思うんですけど、でその後その仕事を辞めた後に車で日本一周とかわけわかんないのが挟まったりはするんですけど、なんやかんやあった後にちょっと一からアートをやり直そうかなっていう、そんなに大層な気概は持ってやってたわけではないんですけど。磯野さん、大学はどちらのご出身なんですか？僕は多摩美術大学を美術大学のご出身なんですね。もともとそうですね、小学生の時から、絵が得意だったので、漠然と小中高とその美術系の方向に進みたいなとは思ってて、最初現役の時は普通にデザイン科とか受けたで、その時デッサンの勉強とかもしてたんですけど、そこで1回目の挫折というか、周りの受験生が絵が半端なく上手くて、そこからなんかどの科だったらいけるかなみたいなその壁に当たったら壁を越えようとするんではなくて、なんか壁に沿って歩いて越えられそうなところと越えようかなみたいな、自分の能力でどこに行けるかなみたいな、そういうタイプの人間だったので、浪人してから多少絵が下手でもなんとかなるのが映像系ではあったんですよ。映像ってその最終的に作られるものが映像であって、何かを描こうと思ったら絵コンテとか、誰かにどういう状況か伝わればいいっていう、そのぐらいの画力って言ったらめちゃくちゃ失礼なんですけど、最終的に出来上がるものは映像だったので、僕自身も映像が好きだったので、なんか映像方面いいかなっていうような、多摩美はその芸術学科っていうところで、そこは映像の授業も専攻できるっていう理由で受けたところだったので、第一志望とはちょっと違ったんですけど、なんとか多摩美に滑り込めたので、多摩美でその映像とかやっていって映像関係の仕事に就きまして、でそこはそこでなかなか大変なちょっと大変なエピソードとかもしあれば聞かせていただけますか？錬金数でいうと45連勤、クランクインしてから、2時間ものの刑事ドラマだったんですけど、もうクランクインしてから、その45日間はもうずーっと撮影して、映像の世界って撮休って言って、撮影がない日もあるんですよ。でそういう日は何するかっていうと、役所さんとか休みなのかもしれないんですけど、スタッフ、特に最下層のスタッフなんかはまだロケ地が決まってないところもあったりするので、そういうところのロケ班だったりとか、そのロケ地の許可だったりとか、撮影隊用にそのロケ地の地図を書いたりとか、そういうことをするんですけど、撮影、関係あるけど、そういうちょっと雑務とかそういうのもやる時間になってたんですね。それが撮休と呼ばれる日で、朝の休なのにおかしい。そうなんですよ。で朝の8時から夜の10時ぐらいまで働いてたはずなのに、翌日その撮影がまた始まるじゃないですか。そうすると眠いとか言うと、昨日休みだったじゃんみたいなこと言われるんですよ。
でその後に、はいその制作会社さんを辞めて、はい造形のお仕事に移られたということで。そうなんですよ、うんテレビ関係の仕事してたんですけど、うん全然全く違う、コネとか全くなく、はい普通にネットで募集してたあへ舞台のなんか、うんその小道具を作る会社ですみたいなのはいはいはいがインターネットので募集であって、うんでそこに行ってみたら、さっき45連勤って言ったじゃないですか、はいはいはい。でそっちの造形の仕事もなかなかで56連勤とかしすましてごい超えてきた。はい、某テーマパークのはいパレードというか、きついなそうイベント用の船を、作っていたんですけど、はいはいそれがやっぱりなんですかね、追い込みのところで、もうパークに船を沈めてからは、うんもうちょっと時間との勝負というあか、れもうそのパレード初日の日は決まってたりするあので、そうですよねもうその泊まり込みの日もありましたし、うん今までその造形のジャンルの作業とかしたことなかったんですけど、結構多分肉体労働ですよね。そうですね、めちゃくちゃ、はい、全くだから今までやってきたこととは本当に全く違あーう、もう体を使った作業で50そうですね。何連勤もして、はい大丈夫でしたか？一回でもその病院送りになったことはありますね。気がついたらその社長が点滴のなんかその液体を流れる速度をなんか調査しなんか調整してて、大丈夫ですかそれ？最初早くしてんのかなって思ったはいはいはいら、一応なんかその社長の優しさでゆっくりにしていたらしい。物を作る仕事をしてた関係で、その社長はなんかいろんなものの構造に興味があったみたいで、なるほこれをひねるとなんか速くなるんだなとか、だから僕繋がってるんですよ、僕。点滴そうですよね。繋がってるのにそれをなんかいじめっってちゃ怖い、て、毒かなんか入れられてんじゃないかと。ちょっと焦りましたね。一応なんかゆっくりにしてたという話ではあるんですけど、本当ですか？そうは分からない本当かどうかわかんないですけど、でもその時はもうその点滴打って、元気になったら、うんもう家に帰らず直でその現場に復帰でしたね。病院に行ってるのにもはいうそのまま仕事場に行かそうですね。れたんですか？はうわーそれほど多分締め切りとかいろいろ追われてるものが多かっい。たってもちろんもちろんことですよね。そうです。造形のお仕事をされてた時に結構大変だったじゃないですか、でやっぱりどこかでは絵のお仕事したいなって思ってた時もあったんですか？それは全く思ってなくて、もともとそんなにその映像業界にいた時もそんなに信念を持っていない人間だったので、そうそですかの時になんかやるべきことをやってればいいかなぐらいの感じで、漠然と、それはずっと大学に入ろうかなと思った時からなんですけど、漠然とそのアートの世界にはいたいなっていう気持ちはあったので、それがだからどういう形態であっても、そのもの作るっていうのが根底にあればいいかなっていうぐらいだったので、その時は造形の仕事を精一杯やってはいたんですが、はい大変だったので、もうちょっとそうですね、なんだろうな大変ですよね。気持ちとそうですね、肉体的な限界とのその兼ね合いでちょっとやめさせていただきまして、でその後車で日本一周みたいなわけわかんないのがすごいですよね。僕ちょっとなんかいろいろ過去にいろいろやってきてどちらかってるんですけど、はい学生時代には自転車で日本縦断とか、行動派ですね、結構。そうなんですよ、今だからその絵描きみたいなことやってますけど、なんかそもそもわけわかんないですよね、自分でも。日本一周が終わった後に世界堂に行ったってことですか？そうですね、アートを一からやり直したいなっていうふうに思うようになって、そこでその画材屋で6年ぐらい働いてたんですけど、アルバイトじゃなくて正社員で働いてたんですか？もう全然アルバイトでそうなんですね。働きながら、でその画材屋で働くと必然的にそのアートのいろんなアートのジャンルのどこで使うのっていう画材ありますよね。ありますだから入ったばっかりやっぱりすごい大変で、自分が触れてこなかった画材とかやっぱりたくさんあるんで、それでお客さんとかの話も結構聞けるんで、この紙を印刷に使うといいんだよとか、そういうその絵の技術以外のところとかもいろんな知識が入ってきたりして、で自分自身もそのお客さんに商品ご案内するときに自分自身で知っておかないとやっぱ説得力がないとか、確かに説明がうまくできないっていう部分があるので、それで働きながら油とかアクリルとかで、漫画はその前に少しやってたので、漫画用品もある程度説明できたんですけど、それでいろんなジャンルのアートを転々としてる時に、僕自身がアルバイトしてるところでボールペン画の発注を担当してたんですね。でそれでその時にメーカーさんからこの新しい商品出た
たんだけどどうっていうふうに言われたのが、こちらの今出てるパイロットのジュースすごい、なんですけど、そう今日いっぱい持ってきていただいて、パイロットのジュース、はい、僕が今使ってる画材のメインがこちらなんですけど、これが発売した時にお店のポップを描こうかなって思った時に、どうせこれだけ色数があるのであれば、なんかこれで絵が描けるんじゃないかなっていう、本当に思いつきで描いたのがスタートで、それがなんか意外となんかちゃんと描けたっていうのが自画自賛ですけど、いやいやそんなことないです。なんか絵を見てもこれがたとえボールペンっていう画材じゃなかったとしても、すごく画力が高いなと思うんですよ。もともと絵はずっとやってらっしゃったんですか？こういうなんかもうリアルな絵とかって。それはあんまりやってなくてですね、そうなんですね。大学の時もさっき言ったように映像方面を少し勉強してたので、在学中もほとんどやってなくて、そうなんですね。それ以前にちょっとなんか予備校で少し絵の練習したぐらいで、その時はもう全然そんなリアルな絵は描けなかったんで、なんとなく描いてるうちに画材屋で働きながら絵も描いてたので、その時になんか多少培われたものがあったんだと思うんですけど。じゃあこのテイストになったのはそのボールペンで絵を描こうって決めてから結構この形に定まっていったってことですか？そうですね。テレビにも出演されたって聞いたんですけど、それはどのタイミングだったんですか？それはあれですね、ボールペン画を始めて、でどこかで発表できたらいいかなって思って、でデザインフェスタっていう、アートのフリーマーケットみたいなイベントがあって、それをちょっと調べて出展してみて、で出展してみて、その時たまたまその NHK の番組だったんですけど、なんかそのペン画をテーマにした番組っていうのをなんか作ろうというなんか企画が立ってる段階だったみたいで、ちょうど僕のそのやってることとビタバマりだったので、そこでお声かけいただいて、それで出演に至りました。そうなんですね。結構テレビ出演されてみて反響とかってありましたか？その時はやっぱりその周りもリアルに周りもそうですし、そのツイッターとかでなんかお声かけいただいたりとかもあったんですけど、やっぱ結構テレビ1回2回出ただけだと、その一過性のものだったりはするので、こんなのもあるんだみたいな感じですよね。それは僕のそうですね、知り合いの作家さんとかも結構みんな言ってて、テレビ1回出たぐらいだとバーってその時はね、バズる人はそのままバズるかもしれないんですけど、僕の場合はなんかバーッとなんかすごいみたいなこと言われて、その後は別になんか低空飛行ですね。そうなんですね。でも今もこうやってずっと作品は作り続けられてるってことですよね。そうですね、はい。磯野さん、今日はありがとうございました。なんかお話聞いてると結構もういろんな経験があって、それでも11年間作品を作り続けているというふうに伺ったので、なんかそういうのを振り返ってみて感じることとかありましたら、ぜひ視聴者の皆さんにお願いします。そうですね、さっきからこう一貫して言ってるのは、僕はだいぶいい加減な人間ででボールペン画に関してもなんとなくできたから続けてるみたいなところがあって、それはなんかできるに至ったまでになんかいろんな別のジャンルの絵をやってたり、それこそなんかこじつけですけど、日本一周とかそういうのって結構根性がいるので、そういうところで培った根気だったりとか、なんかいろんなものが結びついて現在に至っているのかなとは思うので、なので多分そうですね、あんまり視聴者さんに何かね、そんな大層なことを言えるような人間でもないんですけど、ただ今いろんな絵をやってる、もしくは自分がどういう絵を描いたらいいのか分かんないっていうような人って結構いると思うんですけど、いろいろ試してみて、であと自分のなんか性格とかをなんか知る、自分の長所短所ですけど、でそういうところでなんか軽い気持ちでなんかいろんなことにトライしてみてみたらいいんじゃないかなっていうのは僕は思いますね。はい。じゃあ私もちょっと今後挑戦するときちょっとやってみよう精神でいろいろやってみようと思います。磯野さん、ありがとうございました。どうもありがとうございます。磯野さんから最後に宣伝などあればお願いします。まだ確定ではないんですけど、一応今進行している企画でボールペン画の描き方の本をちょっと出しませんかっていう話が来てるので、もしかしたら2024年ですね、僕の本が出るかもしれないです。ただちょっと具体的なことは言えない状況なので、まだわからないですけど、ツイッターとかそうですね、チェックしていただけると幸いです。よろしくお願いします。それでは動画を見てくださった皆さん、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。